今回はエドラマインドのご紹介をしたいと思います。AI でパワーポイントのスライドまで作れる便利なマインドアップアプリで、仕事の効率化に大変役立つツールです。ちょっと僕たちには珍しくビジネスで使えるアプリの紹介になります。はい。これ本当ね、俺も仕事してる時にやったらめちゃくちゃ楽だったと思う。そうだよね。仕事の半分以上がさ、こういう資料作りとかさ、ななるじゃん。どうやって説明するかみたいなね。そう特に技術職だとさ、図面書いたり実際そういうのもあるんだけど、ちゃんと伝わらないと意味がないから、すごい大事なところで、これが今もう AI でポンポンポンってできるっていう世界になってきてるんでしょ。そうだね。ねえ、すごい世界だよね。そもそもマインドマップは何かというと、自分の考えを視覚化して情報を整理するために用いられる方法のことを言います。あれだよね。よく魚の骨とかさ、フィッシュボーンとかそういうのを多分やったことあると思うんですけど、脳の中を整理したりするのに、自分ではイメージできててもそれを書き出すことでもっと具体的にこう見える化できるというか。そうだね、視覚化して情報を整理するために用いられる方法なんだけど、放射思考とも呼ばれていて、テーマに関する情報を放射線上に項目ごとに分けて思考していくのが特徴です。で、仕事や勉強の情報をまとめる方法としてもとても役立つ方法です。今回ご紹介するエドラマインドというアプリなんですけども、以前にもご紹介したワンダーシェアという会社さんが作ってるアプリになりまして、今回エドラマインド AI という新機能が加わって AI を使用してマインドマップを自動的に作成してくれるので、自分の考えが広がらずに困っている際ですとか、こちらを使用すると新しいアイディアに気づけたり、とても便利なアプリになっています。この AI の進化って本当にすごくて、もう1ヶ月前に使ってみたらもうダメだったみたいなね、そこでやめちゃったりすることあると思うんだけど、でそれ1ヶ月後にもう1回使ったらすごい進化してたり、もう日々進化してるから、もう AI は本当すごいよね。どんどん学習してくれるから、自分が勉強するだけじゃなくて、いろんな人の知識をどんどん吸収していくから、めちゃくちゃこの進化のスピードが速いから、もうこれからの時代は絶対 AI っていうのはもう必須というか、もう頼ってかざるを得ないツールになってくるのかなって感じてます。はい。で、今回このエドラマインドを実際に使用してみたんですけども、さっきの話もそうですけど、ちゃんと的確な答えが返ってくるかどうかっていうのが一番心配というか、懸念されるところかと思うんですけども、結構しっかりした的確なアドバイスをこのエドラマインドはくれるので、非常にクオリティが高いアプリだと思います。では早速使用してみたいと思います。はい。で、こちらの画面が、今見ていただいている画面がトップページになるんですけども、もちろん一からマインドマップを作ることもできて、で下からテンプレートを選べば簡単に作ることができます。例えばこんな感じで一つ選んでみますが、中心のトピックを何でもいいんですけど、こういう風に変えることもできるし、あとメイントピックですね、こういうところも変えることができます。で、これをもとに、マインドマップを作っていくことができるんですけども、例えば、タブキーでサブトピックを作る。で、エンターキーで、すげえ。こんな風に増やしていくこともできます。結構こう簡単にこう増やしていくことができるので、このテンプレートを使いながらこんな感じでなんかさ、昔だとさ、この大きな画用紙というか、ホワイトボードにさ、メイン書いてトピック書いてサブトピックバーって書いてって、まとまったのを最後こうパソコンとか PDF に落とし込むみたいなことをしてたけど、これだったらいきなりパソコンでやった方がずっと早いよね。こんな感じでどんどん作っていくこともできますし、あとここにいろいろテンプレートも揃っているので、フィッシュボーンもあるじゃん。ツリーマップとか、そうですね、フィッシュボーンとか、こんな感じでこれをフィッシュボーンですね、で使うこともできます。で、ギャラリーを見ていただくとテンプレートもたくさんあって、すごいね。例えば仕事のマーケティング用とか、エンジニアリング見してる。エンジニアリング、こんな感じで、例えば作業のレビュー用途にはこれいいね。これを開いてみると、癖で
こんな感じで、すごいね。アウトラインというか、こんな感じでもうできてるので、ここの中を変えていくなるとか、ほどね。あとはここからまた派生して作っていくとか、こんな感じで簡単に作っていくことができます。どこの会社でもそうだと思うんですけど、このプロジェクトの最初に DR レビューって言って、デザインレビューっていうのをやるんだけど、そこでもこれ、もうすごいもんね。目標なんですよ。結果の比較でしょ。で、プロセスの説明、自己分析で経験のまとめ。もうすごいよね。もうこれさえあれば本当に毎回簡単だよね。これがでもテンプレートなんで AI で作ってるわけではないので、自分でこう考えながら入力していくっていう基本的な使い方のものになります。では早速マインドマップを作成していきたいと思うんですが、 AI を使ってマインドマップを作成していきたいと思います。さっきはさ、このテンプレートが自動で出てきて、そこにキーワードとかは全部自分で入れていくような方法で、手書きでやってることをパソコンで便利でやってくれますよっていう機能だったけど、 AI で自動でやってくれるっていうことだもんね。そうだね。で、今回はその AI を使って、作っていきたいと思うんですが、でまず入力するのはここか、あとはここになるんですけども、今回分かりやすいようにインスピレーションスペースを使ってやっていきたいと思います。で、今回作るのがマインドマップになりますので、マインドマップを選択。他にもアウトラインメモ、スライドなどがあるんですが、マインドマップを選択してこちらにキーワードを入力していきます。で、冒頭の動画でもあった通り、インバウンド集客に成功している地域がありましたが、今回はざっくり長野県へインバウンド旅行者を集客する効率的な方法についてマインドマップを作成していきたいと思います。そうだね。結構この僕らずっと日本中を旅してて、すごいインバウンドのお客さんが多い地域があったり、ニセコとか長野だったら白馬、野沢温泉、それから中山道だよね。で、あとちょっと前に行った九州の湯布院とかもすごいインバウンドのお客さんが多くて、で、あとは意外なところで言うと東北の山寺とかさ、八甲田とかね、青森県とか、で、そういうのなんでかなと思ってたら、やっぱり自治体とか民間がいろんなことをやってて、 SNS を使った集客とかね、でそういうのでうまいこと外国の人を呼び込むっていうようなことをすごいやってて、でそういうのってあんま観光してたらわからないじゃん、行くだけじゃ。だけど裏ではすごいそういうことをいろいろやってるんで、実際どういう風にやったらいいのかなっていう答えがこれで多分出るっていうことなのかな。ちょっとやってみないとわかんないけど、で、今回長野県っていうことでざっくりやってみるっていうことでしょ。特化した答えが欲しければ地域の名前を入れたり細分化した内容を入れた方がいいと思うんだけど、今回はざっくり長野県へということでやってみたいと思います。はい。ではここに長野県インバウンド旅行者を集客する効率的な方法について教えてほしいということで記入をしたんですが、はい、これで実際に AI でやってみたいと思います。すごい。もうここから AI がいろいろ答えてくれてるの。早いな。10秒かかってないじゃん。こんな感じで AI が自動で書き出しをまずしてくれます。で、今ざっくり、10個ぐらいの項目が AI で書き出されてるんですけども、これを自動的にマインドマップに落とし込んでくれます。で、マインドマップをここ生成と押します。そうすると自動でマインドマップが作られていきます。こんな感じですね。これで10個だね。10項目、さっき10項目出て、それをさらに細分化してくれてるね。そうだね。はい、できました。ではちょっと内容についてどんな内容になっているか見ていきたいと思うんですが、一つずつ見てみると、インバウンド旅行者におすすめのお土産やショッピングエリアの紹介、長野県の温泉地やリラックスできるスポットの紹介、インバウンド旅行者の安心安全対策についての提案、
長野県のグルメや食べ物についての紹介、インバウンド旅行者へのアクセス情報と交通手段の紹介、長野県の伝統文化やイベントの魅力の紹介、長野県でのアウトドア体験やアクティビティの紹介、長野県の自然豊かな景色や美しい山々が特徴です。人気の観光スポットとして以下の場所があります。インバウンド旅行者のニーズに合わせた宿泊施設の提案。確かにアウトドアはたくさんできますね。で、北アルプスや八ヶ岳、美しい山々での登山が人気です。でスキー、信濃町スキーリゾートなど豊富なスキーでスノーボードが楽しめます。で、AI ってまだ今完璧じゃなくて日々進化してるって話をさっきしたと思うんだけど、多分ここも信濃大町になってるんだけど、ここ多分白馬だと思うんだよね。信濃大町から近いから、でそこら辺は全部もう AI が言ってるから正しいっていうのはやっぱり違うので、自分たちでちゃんと確認したり、あくまで手伝ってくれてバット作ってくれてるだけであって、それがもう全てですよではないっていうのは気をつけとかないとダメだよね。そうだね。で例えばこういう、ちょっと違うなと思ったらここを白馬とかね、自分で変えたりとか、そういうことももちろんできます。でこれ多分日々進化してるから1ヶ月後にやったらまた答えは変わってもっとより正確になってくると思うんだけど、でもこんだけの10項目とそれに対してこう細かいところを全部上げてくれてるでしょ。でこれってすごい大事で、自分たちでこう出していくと何かしら抜けがあったりさ、気づかない部分があったりするから、かなりこれは助かるね。このままお仕事とかに使うということはあんまりないかなとは思うんですが、これをもとに何か資料を作ったりとか、そういうふうに使っていくものだと思うんですけども、例えばこれを一からまた他の資料に打ち直すっていうと結構大変なので、Excel とかっていうことね。このエドラマインドを使えば他のものにも簡単にこんな感じでアウトラインを作ってくれたりとか、もういちいちこれを書き写す必要もなく使用することができるようになっています。右上のエクスポートを押していただくと、この PDF 画像ワードとか、必要なものにエクスポートも簡単にできます。で、今一通り出た答えをもとにもうちょっと深掘りして聞いてみたいなっていうこともあると思うんですが、この右上の AI というところを押すと AI を使っていろいろ聞いたりすることができます。で、エドラ AI、 これを押すとチャットが出てくるんですけども、例えばこれ最初のメインの項目は何になってるの？これはね、インバウンド旅行者の安心安全対策についての提案っていうところで、例えばこのインバウンド旅行者向けの安全情報が提供され、災害対策も行われます。これについてもうちょっと聞きたいということであれば、具体的な方法を教えてと言って、で、ここのチャットのところに具体的な方法を教えて、でこちらをコピペして聞いてみるということもできます。でそうするとまた AI がこの項目について一からまた提案をしてくれると。すごいね。こんな感じで提案事項が出ました。これをコピーしてこんな感じでテストをすると、ここからまたこんな感じでマインドマップを簡単に作っていくことができます。じゃあもうこれってどんどんこれを掘り下げていけるってこと？なんか分かんないこととかもうちょっと詳しく教えてほしかったら。そうだね、そういうことになります。で今だいたいこう出てきたマインドマップの内容を今度は、先ほどアウトラインに簡単にできますよっていうお話ししたんですが、スライドにも簡単に変換することができます。でこのスライドというところを押していただいて PPT パワーポイントの変換、これを押します。すごい、パワポにしてくれるの？簡単にパワーポイントに変換してくれます。1ページあたり30秒かかるんだ。できました。こんな感じです。で、一応こんな感じのパワーポイントでざっくりできているんですが、これここに
に他のテンプレートなんかもいっぱいあるので、こんなちょっと可愛らしいのが嫌なら他のテンプレートにこれ怒られちゃうけどね、こんなの作ってテーマをちょっと切り替えてやってみたりとかもできます。でこれさっきのさトークンっていうのが出てきたけどさ、200トークン使いましたって、ここはだから別で費用がかかってくるんだよね。そうだね。そういうことだよね。こんな感じでまた他のテーマを使ってできています。こんな感じで一日作業が一瞬でできるようになります。すごいこれは。一回ずつこう移し替えるというか、書き換える必要もなくパワーポイントまで、作ることができるので、かなり仕事の、時短というか、効率アップにはなるかなと思います。これさっきの AI 使ってさ全部これやるのもできるし、もともとのテンプレート作って自分で書いたじゃん最初、それでもこれが作れるってことだよね。そうです。それだけでも価値があるね、AI 使わないとしてもかなり効率アップにはなるので、AI を使ってるっていうところで、全てが正確ということではないので、自分の目で確かめて自分の思うように、修正をして、で最後にパワーポイントで書き出すというような使い方がいいかなと思います。AI だから日々進化してるからさ、間違えてた内容も1ヶ月後2ヶ月後には更新されてたり、ね、やっぱりみんなが使えば使うだけ AI って頭良くなっていくから、俺らも時々 AI でなんか調べるときはまだ日本語より英語の方がさ、そうだね、多分外国の人のが使ってることが多いからかもしれないけど、英語の方がより正確な情報が手に入るから英語で言ったりするじゃん。でこれが時間が経てば経つほど正確になっていくから、今後より使いやすくなっていくだろうね。最後にプランと価格のご紹介をしたいと思うんですが、1年間のプランであれば5900円、永続ライセンスを購入するのであれば12900円と。で下がここそれぞれそういう違いがあるんだね。1アカウント 3PC 3モバイルで技術サポートとかがあったりで、永続だと10ギガの無料ストレージがついてたり、そういうことだね。でこれ今上見たら個人用でしょ。個人向けでチーム向け学生向けっていうのもあって、チーム向けっていうのは企業だよね多分。企業向けだとこんな感じになるんだね。でその上でまた学生教員向けっていう教職員向けはもうちょっと細かく分かれてたりすると、先ほど AI でいろいろと書き出しをしたと思うんですが、その AI を使用するときにトークンというものが必要になります。で10単語で1トークン消費して5万トークンで820円で10万トークンで1380円なんだね。なるほどなるほど。でただ最初お試しというか無料で500トークンまではついてくるんだよね。そうだから500トークンを越してまた使いたいなという方はトークンを購入して追加するという流れになります。でそうなってくるとトークンだけトークン最初500トークン無料でもついてくるでしょ、登録したら。でそれがなくなったら追加で800円とか820円とか1380円払えばよくて、さっきのこの1年間プランとか永続ライセンスを特に買わなくてもこのソフトを使うことができるっていうことだね。そういうことです。なのでエドラマインドの有料版なしでも AI 機能だけ個別に購入するということもできます。詳細は概要欄に記載したいと思いますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ちょっとこれめちゃくちゃ面白いからさ、ちょっといろいろ試してみたいんだけど、もう一個やっていい？はい。今さ海外で工場を建てるっていうのでさ、昔はまずタイで結構作ってたじゃん、でタイでベトナムでその後今ミャンマーだったんだよね、ただミャンマーも結構工業団地とか作ってトヨタが来たりいろいろしてたんだけど、ちょっと政情不安で今あんまり良くないから、次はカンボジアなんじゃないかと思って、ただカンボジアって結構今中国の資本が入っててもう中国みたいになっちゃってるんだけど、カンボジアで工場を建てるにはっていうのでちょっと聞いてみたいな。どう？このざっくりなさ
こんな感じか。まあ利点として製造拠点のメリットについてとか、まあ税制、それから労働力だよね。人がいるのかとか、コスト。であとまあインフラ、交通のインフラか。そもそものインフラは出てないのか。ビジネス環境に入ってるのかな。成長率がどうとかで、政府のサポートだね、誘致してるかどうかとか、で市場がどうか、地理的な利点は何があるのかっていうところとか、まあここら辺ね、工場を建てる上では思い浮かぶところだけど、この下をさらに深掘りできるから、まあ、ちょっとそれやってたらこんなんもう面白くてさ、一日ずっとやっちゃいそうだからさ、いやでもすごいよこれは。これ一応さ、これアウトラインだっけ出せる？簡単にパッとこんな感じだよね。もうこれ1枚でさ、ピロって会社の報告したら、やってきたなっていう感じになるじゃん。1分で。1分で仕事やってます感が出てさ、これいいかもしれない。どうやって作ったのって感じになるよね。こんなに早くって、ちょっともう一個だけいい？もう一個ちょっとさ、今もカンボジアって言ったけど、そもそもカンボジアなのかっていうところが俺わかんないから。すげえこれ。ここで製造拠点を海外に設けるにはどの国が良いかにしようかな。どうでしょう。これわかるけどさ、一個一個これ調べていくの超大変だからね。ジェトロの情報を見たりさ。でまあこれを最終合ってるかどうかちゃんと自分で確認していった方がいいよね。そうだね。出てるね。すごい面白すぎるじゃんこれ。すごくない？ほんと。基本的な考え方とか方法が分かった上で使用するというのが前提なので、だこれを入社1年目で使うのは良くないと思うんだよね。もうある程度そういう経験を積んだ上でやっていくとかの方がいいよね。その合ってるかとか正確なのかっていうのの判断ができなくなるので、まあそれはあるかもしれないけど。はい、できました。経済成長率、労働力の質、政府の規制環境、それからインフラの整備、税制度、税制度って結構大きいからね。で人的資源、外国投資環境、市場の魅力度、文化言語の適合性で、結果どこがいいの？結果どこがいいっていう答えが出てないじゃん。ね。こういうのから選びなさいよっていうことだよね。決定要因としてこれを考慮した上で選んでくださいよっていうこと。答えが欲しいんだけどな。ここですっていう。すごいね。こういうのを考慮して最適な国を選んでいくっていうことだね。まさにそうだ。検討事項が本当に山のようにあるけど、それをこう視覚化して自分の頭の中を整理するっていうので、とてもいいアプリだと思うので、これを使いながら、あとは AI の力を借りながら、それもそうだし、ここまで出してくれてさ、こういうこと調べないとダメですよっていうのが大まかに分かったらさ、そこからもうあとは分担してさ、そうだね、いろいろなところと調整してできるから、すごいね。今ちょっと大きすぎる話で言ったじゃん。工場を海外で建てるにはとか、カンボジアでやとか、で最初にやったの長野ではとかだけど、こういう使い方じゃなくても、例えば自分がお店をやりたいとかさ、そうだね、宿泊施設をやりたいとかさ、こういうビジネスをやっていきたいんだけど、どういうこと注意しないとダメですかとかさ、そういうのもっと小さな本当に自分の身の回りのことでも使えるよね。すごいね。So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything